鎖国。日本は200年もの間国を閉ざし、太平の眠りについていた。私たちはそう教わってきました。しかし実際の江戸時代の当時、鎖国という言葉は存在しません。幕府の法令を貫いていたのは海禁という名の法秩序。海を閉ざすのではなく、海を滑ること、それが徳川の選んだ生き残り戦略だったのです。それは単なる孤立ではなく、時代の不安と脅威に向き合う中で形作られた安全保障判断でした。第一にキリスト教の排除。スペインやポルトガルの布教は侵略と支配を伴うものでもありました。幕府はそれを断ち切ることで国内の秩序と思想の統一を守ろうとしました。第二に貿易の管理。火薬原料である硝石や生糸といった戦略物資の流れを把握し、軍事と経済の主導権を握るためです。そして第三に大名の統制。特に西国の大名が海外と結び、独自の富と軍事力を蓄えることを幕府は警戒していました。そして幕府が選び取った海外とつながる限られた4つの窓口、後に4つの口と呼ばれるその場所、長崎、対馬、松前、そして薩摩。そこは最新の情報が集まり、莫大な富が行き交う国家の命運を左右する最前線でした。そしてその情報と利権の実務を担い、静かに力を蓄えていったのが幕府の中枢ではなく終焉に位置するこれらの藩だったのです。なぜ明治維新で辺境の藩が幕府を打倒できたのか。その答えは教科書に描かれる黒船の衝撃よりもずっと以前からこの4つの窓口へとつながっていました。西は長崎、オランダと中国、そして対馬、朝鮮との外交。北は松前、蝦夷地と北方の海。南は薩摩、琉球を通じた中国。長崎、ここは幕府の直轄地、いわゆる天領でした。オランダを通じた西洋の知識と清との貿易品は全てこの地に集められていました。そしてここで見逃せない存在が佐賀藩です。佐賀藩は長崎警備という重要な役目を担い、幕府の最前線で異国の船と向き合っていました。それはつまり最新の西洋兵器や軍事技術、そして蘭学の知識に誰よりも早く触れられる立場にあったということでもあります。そして文化5年、一隻の異国船が長崎港に姿を現します。オランダ国旗を掲げて入ってきたその船、その正体はオランダと敵対関係にあったイギリスの軍艦フェートン号でした。いわゆるフェートン号事件です。出島のオランダ人を人質に取り、物資の補給を要求される中、日本は十分な防備を持たず、武力での対抗を断念せざるを得ませんでした。安全保障体制のほころびが現れた瞬間でした。事件後もイギリス船をはじめとする外国船の出没が相次ぎ、幕府は海の守りの脆弱さを嫌というほど思い知らされました。この衝撃が佐賀藩に本格的な西洋式軍備の研究と反射炉大砲鋳造へと向かわせる大きな転機となっていきます。やがて佐賀は日本屈指の軍事技術を持つ藩へと変貌していくのです。一方対馬、彼らは朝鮮との外交そのものをなりわいとし、朝鮮人参や木綿を輸入し、銀を輸出していました。松前藩は北方の守りを担い、蝦夷地を舞台にアイヌとの交易や北の海で得られる海産物を通じて経済基盤を築いていきます。そして薩摩、琉球王国を介して
中国との交易を行い、砂糖や漢方薬といった莫大な利益を生む産物を手にしました。さらに琉球を緩衝地帯とすることで幕府の統制をかいくぐる抜けにも行われていたとされています。こうして海外との窓口を任された諸藩は、外の世界がもたらす脅威と可能性を誰よりも早く机上の知識ではなく現実として突きつけられました。そしてその緊張の中で彼らは確実に力を蓄えていったのです。しかし4つの口の一角を担っていた対馬藩と松前藩は、時代の変化の中で次第にその影響力を失っていきます。朝鮮との外交と交易を一手に担ってきた対馬藩、その役割は17世紀後半をピークに静かに終わりを迎えていきました。朝鮮が日本の銀を必要としなくなり、幕府もまた銀の海外流出を抑える方針へと転じたからです。さらに朝鮮通信使の接待という外交上の重責は長年にわたり藩の財政を圧迫し続けました。対馬藩は外交の専門家であったがゆえに、18世紀に入る頃には大胆な経済改革へ踏み出す余地を失っていったのです。松前藩もまた蝦夷地という得意な土地を任され、米の取れないこの地でアイヌとの交易こそが藩の生命線でした。しかし18世紀末、ロシアの南下という新たな脅威が現れると、幕府は国防を理由に蝦夷地を次々と直轄地にしていきます。その結果、19世紀初頭には松前藩は交易の主導権を大きく制限され、深刻な困窮へと追い込まれていきました。つまり対馬藩と松前藩は幕府の窓口として忠実であったがゆえに、18世紀から19世紀にかけて時代の変化に対応する自由を少しずつ失っていったのです。一方でこの4つの口の外側で静かに力を蓄えた藩がありました。長州藩と土佐藩です。18世紀後半から幕末にかけて、長州藩と土佐藩は幕府の統制が及びにくい海と流通の隙間に活路を見出しました。長州藩は日本海と瀬戸内海を結ぶ要衝下関を抑えていました。藩が運営した越荷方は船で運ばれる荷を預かり、それを担保に資金を融通する、いわば銀行と倉庫を兼ねた仕組みでした。こうして長州藩は幕府の目をかいくぐる形で独自の資金、累区金を積み上げていきます。一方、太平洋に面した土佐藩では19世紀半ば、家老吉田東洋による改革が進められました。藩は船による輸送を自ら管理し、木材、樟脳、捕鯨といった特産品を江戸や大阪へ安定して送り出す体制を整えていきます。こうして土佐藩は海を知り、流通を知り、金の流れを読む藩へと姿を変えていったのです。そしてこの土壌の上にこそ坂本龍馬のような人物が現れた、そう言えるのかもしれません。やがて嘉永6年6月、ペリー来航。この船は幕府が定めた4つの口を通ることなく、直接江戸湾へと姿を現しました。交易と情報の入り口を絞ることで成り立っていた体制は、この一件によって根本から揺さぶられます。幕府の管理システムはここから大きくきしみ始めたのです。しかし薩摩、長州、土佐、肥前の諸藩はすでにこの時代を見据えていました。軍事、財政、流通、そして人材、幕府に頼らず自ら動ける備えを静かにしかし確実に整え終えていたのです。明治という新しい夜明け、その扉を押し開いたのは幕府の中心から距離を保ちながら
海と世界を見据え力を蓄えてきたこれらの諸藩でした。彼らは偶然時代の主役となったのではありません。海禁という制約の中で流通を知り、金の流れを読み、外の世界を創造し続けてきたからこそ、古い体制が揺らいだ瞬間、次の時代を構想することができたのです。江戸時代の4つの口は日本を守るための仕組みでした。しかしその仕組みが硬直した時、変革の芽は中心ではなく終焉から生まれました。かつて海の向こうを見つめ、誰にも知られぬ場所で静かに牙を磨いた先人たち。彼らの思考と野心はやがて明治維新という形となり、日本を近代国家へと導いていきます。時代が閉ざされる時こそ未来は辺境から動き出す。その歴史の息吹は形を変えながら今も私たちの中に生き続けているのです。